バクのホビーチャンネルにようこそ。電波望遠鏡です。何が見えるんですか？光学望遠鏡と違い何も見えませんが、恒星や銀河の活動の激しい領域の濃淡がわかるはずです。3台以上あれば干渉計になるけどそんなに作ってられねえのだ。とりあえず宇宙にある水素原子スピンの反転により状態間を遷移が起こると、そのエネルギー差に相当する電磁波が 21cm 線でその観測を試してみるのだ。うまくいけばいいですね。まあエイプリルフールに思いつきで作り始めたので、どうなるか全く予想がつきません。あれま、使用する機材はパラボラアンテナとソフトウェアラジオを組み合わせます。 1420MHz を受信できることは確認したので、あとはアンテナの性能次第だと思います。ソフトウェアラジオはいろいろ試したのですが、 RTL、SDR、バージョン2以上なら良いみたいです。ただし偽物も多いみたいなので、もしも購入する際は注意しましょう。また今回はラズベリーパイで受信サーバー化したので、グローバル IP アドレスのネットワーク経由で世界中のどこからでもアクセスできますね。パラボラアンテナのアタッチメントができたので組み立てます。ビクセンの規格に合わせてあるので赤道儀に乗せられます。重さはアンテナのカセグレン化が終わっていないのでまだ測っていませんが、設計軸に加えて石軸にもバランスウェイトが必要なので少し重いです。ウェイト軸をしっかり固定するために SS400 の鋼材を溶接で組み立てました。ウェイトをつけてみます。ウェイト軸は三脚にぶつかる可能性があるので、少し短く切断するかも。ビクセンのあり溝に取り付けてみます。取り付けはできたけど、チューナーとラズベリーパイはどこに置くのだ？そうですね、考えておきます。いかがだったでしょうか。今回は電波望遠鏡の自作の様子を紹介しました。次回はソフトウェアラジオの選定についてなのだ。ナレーションはボイスボックス。
若松明石と枝豆の妖精ずんだもん。カツオのお刺身大好き、猫塚 B でお届けしました。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。ではまたね。